皆さんこんにちは。今回は宮城県鳴子温泉にある湯本吉祥をご紹介します。鳴子温泉は宮城の秋保温泉、福島の飯坂温泉とともに奥州三名湯と言われる道の区の名湯です。鳴子温泉郷の源泉数はなんと370以上、泉質も豊富で温泉の全泉質11種のうち9種もあるとされています。今回の動画では異なる時期に行った離れ露天風呂付き最高級の客室と絶景の最上階デラックスツインの2つのお部屋をご紹介します。さらに一期一会の湯と言われる驚きの泉質の変化もご紹介しますので、ぜひチャンネル登録の上最後までご覧ください。さて、このチャンネルは私が実際に宿泊した宿について館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉についてはなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見てもらえば宿の全体がわかるようにしていますので、皆さんのホテル選びの参考にしてもらえると嬉しいです。湯本吉祥に到着しました。まずは宿の概要をご紹介します。湯本吉祥は2016年に強立リゾートグループにリブランドされたホテルです。部屋数は全59室、温泉街を見下ろす高台にあり、特に本館の上層階からは絶景といえる景色が望めます。エントランスです。リブランドに伴って大規模にリノベーションされたため、館内はほぼ新規オープンのような新しいホテルとなっています。ラウンジ綾月。この広いラウンジは貸切風呂側にあるため、湯上がりどころとしても利用できます。コーヒーやお茶などがフリードリンクになっていました。将棋盤やオセロなどもありましたよ。こちらは特別室、鈴のひなの花のへ続く鳴子寺。とても新しく開放感のあるフロントロビーとなっています。鳴子の伝統工芸品こけしが飾られていました。こちらは鳴子漆器、購入も可能です。鳴子名物深瀬の栗団子はフロントに注文すると翌朝出来たてを購入することができます。お土産どころ思い出横丁。こけしなどの伝統工芸品やお菓子などのお土産が売られていました。女性用の色浴衣のレンタルコーナーがありました。お部屋をご紹介します。この動画では吉祥の2つのお部屋をご紹介しますが、まずは紅葉の時期に宿泊した離れ露天風呂付き客室をご紹介します。今回のお部屋は離れということで、こちらがね離れの素案ということになってます。じゃあ行ってみたいと思います。こちらの吉祥にはね離れが2部屋ありまして、こちらの金水っていうお部屋と、もう一つ私たちが泊まる祥雲というお部屋があります。で、祥雲の方は露天風呂付きの客室ということで、こちらの吉祥では一番いいお部屋ということになっています。こちらが祥雲ですね。離れで1階ということにはなりますので、でもそれなりにね高台にありますんで、景色見えますよね。タワーといいますか、一般の客室ほどは高さはないので、おそらく眺め的にはねあちらの方がいいのかなというふうに思いますけれども、こちらがね祥雲のお部屋ということになります。離れですので、
ほぼ一軒家のようなそんな感じにはなってますけれども、こちらにねもみじがあって紅葉綺麗ですよね。こちらが玄関ということになりますね。ほぼ完全にね和風の雰囲気、板の間ではありますけれども和風の雰囲気の玄関になってますよね。ではこちらに行ってみましょう。で、こちらねお部屋が2つ、こちらも和室のお部屋になってます。まずはこちらをね開けてみますけれども、こちらがリビングに相当する和室になっていますね。お部屋の広さとしては、10畳と板の間という感じになってまして、でちょっと見えますけれども奥の方にねすごく広い広縁があるんですね。ちょっと行ってみますね。もうここから見てこの景色素晴らしいですよね。池がね見えて赤く染まったもみじが見えると、もうほんと素晴らしい景色になってますね。こちらの広縁ですけれども非常に広くて、隣にも和室があるんですけれどもそちらとつながっているようなとても広い広縁になってますよね。でここにはテーブルとチェアがあって、こちらのねお庭の紅葉をねじっくりと見ることができるという風になってます。改めてお部屋を見てみますとこんな感じになってますね。なかなか広い、こちらのねリビングだけでも十分広いお部屋で、全体で100平米あるということで全体ではかなり広いお部屋になってますね。でこちらにはテレビが置いてあって、下にはこんな感じでコーヒーもたくさん用意されてますね。あとはこちらお茶ですよね。それからコップ、グラスですね。そしてこちらがお茶の茶碗ということになってますね。でこちらにはドレッサーといいますか鏡台のようなところがあって、でこちらにはサムエと足袋がね置いてありますね。で空気清浄機があるというふうになってます。そしてこちらにはねクローゼットがありまして、陣羽織がありますけれども、下にはねこんな感じで大浴場に持っていけるようなカゴが用意されてますね。こちらにはお茶菓子が用意されてまして、くるみゆべしとしいたけ茶ということになってますね。あとはウェットティッシュですね。こちらがね本館ということになってて、こちらはタワーになってまして、8階でしょうかね、それまで階があって、でここに貸切風呂はちょっと離れのような感じになってまして、一旦タワーからは外に出てということになります。でこちら先ほど入ってきたところが離れのお部屋ということになりますね。で僕らの部屋はこちらの小雲ということになります。それからね、食事に関しては基本的にはどちらも会場食ということで、2階のレストラン森の風というところで、夕食はね通常の和食懐石のようなそういった食事で、朝食はバイキング形式ということになってますね。それから温泉ですけれども、こちらの吉祥はね大浴場があるのはもちろんなんですけれども、貸切風呂これが4つあって、しかもそれが全部無料でですね、空いていれば入れるという仕組みになってまして、宿泊者全員がですねこの貸切風呂を、プライベートなお風呂ということで使うことができるのは素晴らしいですよね。それからあと面白いサービスで、こちらの強立リゾートの、共通のサービスで夜泣きそばというのが用意されてます。こちらは夜10時半からね無料でいただけるということですので、これもぜひねいただきたいと思います。それから Wi-Fi がね使えます。お部屋で使えます。でWi-Fi のスピード41メガ bps ありますんで、 Wi-Fi のスピードも十分ですかね。そしてこちらのねちょっとお部屋開けてみたいと思いますけれども、こちらはもう寝室になってまして、最初からこんな感じでね布団が敷かれてました。ベッドというわけではないんですけれども、マットレスと十分厚い和布団が敷かれてまして、これぐらいしっかりした布団であればね十分かなというふうに思われますね。そして一旦廊下に出ますけれども、こちらのお部屋ですね。こちらはこんな感じでキッチンのような形になってまして、
冷蔵庫がね結構大きめの冷蔵庫が置いてあります。で冷蔵庫の中身は無料ということで、こんな感じで鳴子の風っていう地ビールでしょうかね。それから鳴子温泉湯上がりサイダー、あとはウーロン茶とミネラルウォーターが無料でいただけるということですね。そしてこちらのお部屋、こちらも一部屋和室で寝室のような感じになってますね。こんな感じです。でテレビもねこちらには置いてますね。小さめのテレビではありますけれども、ということでお部屋は全体がね和室ということになってますね。ではこちら行ってみたいと思います。こちらは洗面になってますけれども、ここに来るとねすごい硫黄の匂いがプーンとしてくるんですね。すごくいい匂いがします。洗面にはシンクがこんな感じでおしゃれなシンクがね2つあって、こちらにはドライヤーが置いてありますね。でこちらがアメニティということになります。結構たくさん入ってますよね。歯ブラシと櫛と、それからスキンケアセット、綿棒とかねコットンセットとかそういうのが入ってます。そしてこちらはトイレということになります。こんな感じになってますね。こちらがお手洗いで、奥にね男性用のトイレがありました。結構男性用のトイレって珍しいですよね。あとはこちらが一般的なトイレということになってますね。ウォッシュレットももちろんついてます。さてそれではお楽しみのバスルームに行ってみたいと思います。まず手前にね内風呂があります。内風呂はこんな感じでヒノキ風呂になってまして、こちらは温泉ではないお湯みたいですけれども、実はここからね露天風呂が、お部屋の露天風呂が見えます。ちょっと見た感じ雰囲気素晴らしいですよね。でシャワールームにはこんな感じでシャンプーがしっかりと置かれてますね。そしてこちらから露天風呂へ行ってみます。こちらにはね下駄が置かれてまして、こんな感じでお風呂が見えてます。そしてお風呂の全体こんな感じです。どうでしょうか。素晴らしいですよね。岩風呂になってて、そして上もね結構開放的なんですよ。こんな感じで開放されてて、上の方まで見えて、こちらにはねもみじはないようなんですけれども、それでもこれだけ開放されてればね十分かなという感じに見えますよね。これ後で入ってみたいと思いますので、はい、まずはこちらの内湯に入ってみたいと思います。自動風呂沸かし器のような感じになってて、ヒノキ風呂なんですけども、そういった機械でね沸くようになってるという。こちらのねヒノキ風呂ね温泉ではないんですけども、結構広めのねヒノキ風呂で、もちろんヒノキのね匂いがほんのりとしてすごくいい雰囲気ですね。で周りもねこんな感じで、石と木の組み合わせみたいな感じになってて、なかなかいい感じですね。こちらのね窓を開ければちょっと軽い半露天のようなそんな感じにもなりますので、内風呂もね悪くないかなという感じがします。結構ヒノキのねいい匂いがしますね。はい、それではお部屋の露天風呂入ってみたいと思います。ちょっとね濁ってるのでね下が見えないのが気をつけないといけませんけれども、でどうですかこの広さ。非常に広いお部屋のお風呂としてはかなり広めのね露天風呂という感じになってますよね。深さもねまずまずあって、で周りはこんな感じのね石で囲まれたようなそんな感じのお風呂になってます。でね上も木が格子状にはなってますけれども、上は基本的にもう完全に開放されていて、周りもねちょっと林のような感じに、ね、なってますけれども、ほぼ完全にね露天風呂ということになってます。
これはね結構素晴らしいお風呂ですね。でお湯はですね、見てわかる通りの濁り湯で、白っぽい色ではあるんですけど、ちょっと緑といいますかエメラルドグリーンみたいな、青緑のようなそんな感じの色のお湯になってますね。触った感じ若干ツルツルするようなお風呂で pH8.6 のアルカリ性の硫黄泉ということになってます。でね、こちらから源泉が出てるんですが、実は源泉ね90度以上あるということで、ちょっとねこれ熱くて触れないぐらいの源泉なんですね。でお風呂の端の方に座ると、もちろん反対側には足は届きませんし、大人 3,4 人入っても十分なぐらいのとても広い湯船になっています。こちらのねお風呂にお部屋で入れるというのは、これは非常に満足度が高いのかなというふうに思いますね。はい、それでは今回ご紹介するもう一つのお部屋、最上階デラックスツイン1102号室ですね。鍵はねこんな感じのキーホルダーがついてます。玄関はねこんな感じになってまして、畳なんかはありませんので、これも洋室の雰囲気ですよね。で扉がこんな感じになってますね。こちらのね最上階は洋室が5部屋ということで、1101から1105、こちらの洋室プレミアムツインは全て山側の景色で、なかなか素晴らしい最上階からのね景色見えますんで、ちょっと後でねお見せしたいと思います。ではまずこちらの扉を開けてみましょう。洗面はねこんな感じで非常にシンプルな感じになってまして、歯ブラシとねひげ剃りがあって、ドライヤーがあってという感じですね。そしてこちらですね、こちらはこんな感じでシャワールームになってます。湯船はないんですね。実際にはね皆さん貸し切り風呂か大浴場に行くと思いますので、確かにここはあまり使わないのかなという感じはしますよね。そしてこちらにはトイレがあります。ウォシュレット付きのね普通のトイレということになってますね。さてそれではお部屋に入ってみます。こちらが湯本吉祥の最上階デラックスツインのお部屋ということになります。部屋の広さは47平米ということになってますね。でまずちょっとね奥まで行ってみたいと思います。そしてこちらまで来るとこの景色です。素晴らしいですよね。こちらのね鳴子の山並みがこんな感じで大パノラマで見えるお部屋ということになってます。これなかなか素晴らしいですよね。ちょっと下の方、今ちょっと雪がね結構ありますけれども、下の方を見てみますと向こうにね離れのお部屋が見えます。でもう完全にね池も凍ってて雪景色という感じにはなってますね。でちょっと後ろに離れてね見ますと、これもなかなか素晴らしい、こんな感じのねまさにパノラマのね絵を見てるかのような、そんな感じの景色がね広がってます。こちらの吉祥はね結構もともと山の上の方にあるようなそんな感じのホテルになってまして、それの最上階ということですので、やはり素晴らしい景色が見えるということですよね。そして改めてお部屋を見てみたいと思います。こんな感じで下は絨毯敷きでね洋室ということになってますね。ベッドがあるお部屋は実はそんなに多くないみたいで、こちらのデラックスツインのお部屋はベッドが2つ用意されているということですね。ベッドはねシモンズ製のセミダブルの大きさのベッドということになってますね。ベッドサイドにはねこんな感じで、スマホを置くためのスペースのような、こ
これぐらいの小さいテーブルがあって、そしてこちらコンセントですけれども、こちらのアウトレットはね、USB と通常のコンセントが両方用意されてて、これはなかなかね新しい仕様になってますよね。そしてこちらには空気清浄機があります。こちらはねリビングのようなスペースになってまして、テーブルとチェアが用意されてて、やはり洋室の雰囲気になってますよね。お茶菓子はねくるみゆべしとごぼう茶と売店でもね販売されてるみたいですね。テレビはね40インチぐらいのテレビが用意されてますね。そして冷蔵庫ですけれども、冷蔵庫はこちらにミネラルウォーターが一つだけあります。こちらは無料ということになってますね。それからこちらにはねお茶のセットとグラスなんかが置いてあって、あとはコーヒーバッグがねこちらに置いてありますね。でクローゼットにはね陣羽織がかけられてまして、でこちらのね床具用意されてますね。こちらは大浴場に持っていける床具ということになってます。それからこちらにはサムエがね用意されてますね。そしてこちらにね実はもう一部屋あるんですね。お部屋がねこんな感じで3畳のお部屋が用意されてます。こちらはですね一応お部屋が定員3名ということで、2人はベッドで寝ることができるんですけれども、もう1人分の布団が奥の方にあって、その布団は自分で敷いてくださいということになってます。ですので一応そのためのお部屋かなというふうに思いますね。貸し切り風呂をご紹介します。貸し切り風呂は離れとなっており、一旦本館から外に出る必要があります。撮影禁止となっていますが、今回は許可をいただきました。入り口は自動ドアとなっています。秋と冬で変化した泉質を撮影できましたので、ぜひご覧ください。吉祥の素晴らしいのは4つの貸し切り風呂があるということで、いずれもね無料で利用できるというのがこちらの吉祥の一つの特徴になっています。こちらが湯上がりどころになっていまして、屋久杉の大きなテーブルがありますね。それからこちらには冷水があります。あとは湯上がりのおもてなしということで、6階のね大浴場の湯上がりどころだと思いますけれども、そちらでアイスキャンディーと湯上がりドリンクが用意されているということですね。それではまずこちらの水からご紹介したいと思います。こちらが貸し切り風呂の水の脱衣場になりますけれども、やはりね大きさ、貸し切り風呂ということで大きさとしては小さめですよね。1人2人あるいは家族で入るというぐらいの大きさの脱衣場になってます。そして洗面がありまして、小さめのシンクのね洗面があります。そしてこちらがお風呂ということになりますね。こちらにはね洗い場もしっかりと用意されているということになります。そしてこちらが水のお風呂ということになります。でこちらの水ですけれども、とてもね雰囲気のいい感じの岩風呂になってまして、3、4人入れるぐらいの大きさの岩風呂になってますね。で周りもね屋根はかかってはいますけれども、周囲開放されていて、景色が見えるわけではありませんけれども、十分な開放感のね露天風呂になっていますね。はい、それでは水のお風呂に入ってみたいと思います。ちょっとね濁ってるので下が見えないのでゆっくり入んないといけませんね。結構やっぱり深いですね。そして入るとこんな感じになります。こちらの水のお風呂が一番広いお風呂になってると思います。いやーこれは雰囲気いいですね。でお湯はね若干緑っぽい濁り湯で、アルカリ性の硫黄泉の塩化物泉ということになってますね。ちょっとねやっぱりツルツルする感じがします。
源泉はこちらですが、源泉はすごい熱いです。ちょっと触れないぐらい熱いですね。これだけのねお風呂に貸し切りで無料で入れるというのはとても嬉しいですよね。でこちらがレンというお風呂になってます。こちらのお風呂もねやはりこれぐらいの大きさの脱衣所になってまして、脱衣所の大きさとしてはそれほど大きくはなくて、こちらにはね洗い場が用意されてますよね。そしてこちらがレンのお風呂ということになります。ヒノキ風呂になってまして、これは比較的ね大きさも大きめで、家族で入るには十分かなという感じの大きさになってますよね。屋根はかかってますけれども、周りの外は開放されていて、景色はねやはり見えませんけれども、開放感はそれなりにあるのかなという感じの露天風呂になってますよね。こちらがリンという貸し切り風呂になります。こちらもね他のお風呂とほぼ同様のね比較的小さめの脱衣所ということになってますよね。そしてこちらがお風呂ですね。こちらはね、洗い場とお風呂がね一体になってるようなそんな感じのお風呂になってまして、こちらは湯船はね比較的小さめですね。2人で入れるぐらいの大きさの湯船になってます。そしてこちらはね、窓がこんな感じでありまして、感じとしては半露天のようなそんな感じの雰囲気のねお風呂になってますよね。そしてこちらがショーという貸し切り風呂ですね。こちらもね脱衣所はそれほど大きなものではありませんね。でこちらはねガラス越しにねお風呂が見えるようなそんな形になってますね。洗面はシンプルでシンクと、アメニティはほとんど置かれてないようなそんな感じの洗面になってます。でこちらがショーという貸し切り風呂ということになります。レンガでできた湯船になってまして、大きさとしてはね、2人ぐらい入れるかなという感じの大きさになってますよね。そしてこちらにはやはり窓があって、屋根がしっかりかかって窓がありますので、こちらはやはりね半露天のようなそんな感じのお風呂になってますよね。洗い場はしっかりと用意されています。はい、それではこちらのショーというね貸し切り風呂、朝風呂ですけれども入ってみたいと思います。こちらのねショーっていう貸し切り風呂はですね、湯船全体がこんな感じでレンガでできていて、なかなかこれはこれでねいい雰囲気のお風呂なのかなという感じがしますよね。大きさに関しては大人2人ぐらいは入れそうなそれぐらいの大きさのお風呂になってますね。足を伸ばしても向こうに届くか届かないかぐらいのそんな感じの大きさのお風呂になっています。お風呂の中にこんな感じで洗い場があって体を洗うことができるということになってますね。他のお風呂との違いはですね、そのレンガでできているということだけではなくて、こんな感じで窓がしっかりと閉まるんですよね。いわゆる半露天風呂のようなそんな感じの使い方ができますので、特に今みたいにね寒い時期なんかはあえてね露天風呂、岩風呂とかねヒノキ風呂の雰囲気のいい露天風呂を選ぶんではなくて、こちらの半露天のようなこっちのお風呂を選ぶというのもありかなというふうには思いますね。基本的には外気入ってきませんので、それほど寒くないと言いますかね、露天風呂のような寒さはないのかなというふうに思いますね。そしてこちらから、源泉が出ています。お湯の色はねほぼ無色ので、匂いもねほとんどしないような感じになってまして、源泉かけ流しではありますけれども、
源泉 100% をかけ流しというわけではなくて、加水と消毒がされているということですね。源泉がねかなり熱いようなので、加水はどうしても必要なのかなというふうには思いますね。それにしてもね、お湯の色が以前来た時と全然違うというのがね、それがなかなか面白いですよね。2ヶ月ほど前にね来た時は硫黄の匂いが結構いい感じでしまして、でお湯の色もねほぼ真っ白な、下が見えないような、そんなお湯になってますけれども、今はね、かなり透明に近いような、で匂いもほとんどしないような、そんなお湯になってまして、これはこれでなかなかね自然に湧き出る温泉ということを感じさせるような、なかなか面白い現象ですよね。吉祥の貸し切り風呂いかがでしたか？今回2種類の泉質でご紹介しましたが、大きさ、雰囲気、露天、半露天が異なっていて個性的ですよね。すべての貸し切り風呂に入るのは難しいかもしれませんので、この動画を参考に選んで入ってみてはいかがでしょうか。大浴場宝山の湯をご紹介します。宝山の湯は本館6階にあります。男湯女湯ともレイアウトはほぼ同様ですので、男湯のみご紹介します。部屋数が59室ありますので、比較的広い脱衣スペースになっています。洗面はおしゃれな感じになっています。アメニティも揃っています。大浴場になります。大浴場の男湯ということになりますね。こちらには寝ることができるような、そんな感じのお風呂もあります。でこちらにはね、桶のような小さめの樽のような桶のような陶器でできた湯船もありますね。でこちらはね交代浴ということで、かなりぬるめのね水風呂になってて、こうバブルが出てるような、そんな感じのお風呂になってますね。お湯はですね pH8.2 のアルカリ性の硫黄泉ということですけれども、日によってね色が結構変わるらしくて、今日は結構透明な感じになってるということでしたね。では露天風呂へ行ってみます。こちらが男性の大浴場の露天風呂ということになりますね。大きさ、大浴場ですので大きさ十分ありますよね。そして屋根はね半分ぐらいかかってまして、開放感も十分にあるのかなという感じの露天風呂になってます。お湯に関してはね内湯と同様の、今日は色がねちょっと薄めですけれども、日によっては白い色になるということですよね。とても雰囲気のいい露天風呂になってます。大浴場の入り口の前には乳酸菌飲料とアイスキャンディーが用意されていました。では今から夕食を食べに行ってきます。夕食は本館2階食事処森の風で和食会席です。森の風は全150席の大きな食事処で、夕食も朝食もこちらでいただきます。席は半個室のようになっており、部屋ごとに指定席となっています。今回こちらのね飲み放題メニューで行ってみたいと思います。そしてこちらが夕食の前菜とお作りですね。あとはこちらちゃんこ鍋だそうですね。こちらがメニューになってます。ちゃんこ鍋と、あとは牛タンの炙り焼きでしょうかね、メインはね。こちらがドリンクメニューですね。
地元のお酒は別メニューになっていました。ドリンクコーナーです。こちらはコーヒーとソフトドリンク、焼酎やウイスキー、梅酒など。セルフ飲み放題の場合、サワーなどはセルフサービスで作ります。生ビールサーバーもありました。こちらが前菜ですね。これがくるみ豆腐、きのこと菊花のポン酢ですね。これがむかご真珠、鮭の酒かすあえ、これがサンマの甘露煮。そろそろこちらのね鍋ができてきたと思いますので、こちらは鳴子ちゃんこ鍋醤油仕立て、いろいろね具が入ってますよね。つみれ、油揚げ、豆腐、エビ、あとはお肉ですね。こちらが鳴子ちゃんこ鍋醤油仕立て。これねセリも入ってるんですよ。これが結構いい匂いするんですよね。こちらがお造りですね。マグロとイカとタイとカンパチとアジ。こちらがカンパチ、これがタイですね。こちらが秋の茶碗蒸し、カニですね。仙台名物の牛タンとホタテのバター焼き、北海道産だそうです。こちらのね味噌南蛮をつけて、牛タンにしては結構柔らかくて食べやすいです。ホタテのバター醤油焼き、これはいい香りが口の中に広がる。すごく美味しいです。これはエビの天ぷらですね。こちらはアナゴ、こちらは酢の物、三陸産の蒸しホヤとクラゲの土佐酢ジュレ。こんな感じ。こちらがなんとはらこ飯、宮城名物ですね。はらこ飯、こんな感じですかね。イクラと鮭ですね。こちらがデザートですね。くるみのタルト、梨のコンポート、あとブルーベリーのムース。これがくるみのタルト。今夜10時半ですけれども、これから夜泣きそばを食べに行ってみます。強立リゾートといえば無料の夜泣きそばが有名です。吉祥では22時半から本館1階の一庵で提供されています。そばはお願いすると 1,2 分で作ってくれます。こちらが夜泣きそばです。シンプルで量も少なめ、夜食にぴったりですよね。懐かしい感じの醤油ラーメンでめっちゃうまでしたよ。吉祥に泊まったらぜひ食べてみてください。
朝のお部屋からの景色です。やっぱり素晴らしいですよね。もみじの紅葉と池の反射が綺麗に見えます。はい、それでは朝食を食べに行ってきます。朝食も夕食と同じ森の風でビュッフェバイキングです。飲み物はソフトドリンクとコーヒー。カッペリーニはパスタの一種です。サバとキノコのカッペリーニ、豆腐とたらこのクリームパスタ、トマトのカッペリーニ。マカロニグラタンとロールキャベツ。サーモンフライとキノコのキッシュ。洋食の定番スクランブルエッグ、ベーコン、ウインナーです。フレンチトーストは焼きたてをいただけます。パンケーキ、エッグスラット、サバの塩焼き、赤魚ぬか漬け焼き、焼き鮭、ゆぶ卵とじ、鶏と大根の煮物、肉じゃが、揚げ出し豆腐、厚焼き卵、稲庭うどんもありました。こちらは自分で出汁を入れて作ります。温泉の定番、温泉卵、お餅もありました。あんこ餅、くるみ餅、ずんだ餅、ご飯や味噌汁のコーナーです。お米はなんと3種食べ比べ。宮城の一目惚れ、秋田の秋田小町、山形のつや姫。個人的なおすすめはつや姫ですよ。味噌汁はあら汁としじみ汁。漬物もたくさん種類がありました。海苔や納豆、めかぶ、和朝食らしいメニューが並びます。パンやサラダバーのコーナーです。かぼちゃのスープ、パンコーナーです。クロワッサン、くるみブレッド、ラウゲンロールなど。パン焼き器もありました。デザートコーナーです。チョコレートプリン、いちごのプリン、抹茶プリン、豆乳プリンやフルーツの盛り合わせ、フルーツミックスヨーグルト、フルーツアンニーなど。サラダバーも食材が豊富です。蒸し豆腐きのこあん、二色シューマイ、マグロ山かけ、しそ巻き、笹かま、しらすおろし、青葉のおひたしなど。三回漬け、たらこ、松前漬け、昆布巻き、たけのこ、黒豆など。盛り付けてみました。とても豊富な食材ですよね。こちらのトマトのカッペリーニ、野菜のサラダ、こちら蒸し豆腐のきのこあん、このあんかけが乗ってます。仙台といえば笹かまですよね。笹の形をしたかまぼこですよね。こちらは稲庭うどん、こちらはマグロの山かけ、そしてこちらだとちょっと面白いですよね。こんな感じで入ってます。これでいただきます。フレンチトースト、食材も豊富でついつい食べ過ぎてしまいました。チェックアウトまでの時間で栗団子を買いに行ってきました。
こちらが持ちどころ深瀬です。吉祥からは歩いて数分、坂の下にあります。栗団子は5個入りが800円、2個入りが380円でした。店内には栗団子の他にケーキなども売っています。深瀬の栗団子いただいてみます。まだあったかいんですよね。結構でかいです。とろっとろのあんかけがかけられた大粒の餅の中には大粒の栗が入っていました。鳴子温泉にいらしたらぜひ食べていただきたい一品です。チェックアウトです。プランと料金の詳細は説明欄をご覧ください。鳴子温泉湯本吉祥いかがでしたか？泉質が変化する一期一会の湯に癒された宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。